おはようございます。今回は2025年3月1泊2日で函館に一人旅した時の Vlog です。羽田空港から飛ぶんですが、函館空港雪のため引き返すことがありますって書いてあって見なかったことにします。図らずもディズニーのファンタジースプリングスの機体に乗れるみたいでめちゃくちゃテンション上がってます。飛行機から五稜郭が見えました。函館空港から函館駅まではバスで向かいます。路線バスの方が安いんですが、ちょうどいい出発時間がなかったのと、シャトルバスの方が所要時間がちょっと短いんでね、今回はシャトルバスを選択しました。20分ほどバスに揺られて函館駅に着きました。ウニが食べたくて駅から歩いて3分の場所にあるお店にやってきました。無添加なのがいいなと思ってこのお店に決めました。この日のウニは石崎さんでした。一瞬で食べ終わってしまったんですが、ウニはいつでも幸せをくれます。ちょっと天気が悪いので室内観光ということで函館朝市に来ました。目の前にラッキーピエロっていう函館で超有名なご当地バーガーの店があるんですが、函館市内他にも店舗があるので、またお腹が空いたタイミングで立ち寄ろうと思います。ご飯はさっき食べたばっかりなので、私はお土産を買いました。自分で釣ったイカをその場で調理してもらえるお店があってやりたいなと思ったんですが、ものすごい長蛇の列で断念しました。ホテルのチェックインにはまだ早いんですが、先に大きな荷物を預かってもらおうと思います。今回はオモファイブ函館という星野リゾートのホテルに宿泊します。函館駅から徒歩5分という好立地でした。フロントの隣にロッカーがあって、チェックイン前でもここに荷物を入れることができました。宿泊特典として函館ぐるぐるフリーパスという主要観光スポットを巡ってくれるバスを無料で利用することができるんですが、とりあえず今日は街の景色を楽しみながらブラブラしたいなと思うので歩きます。夜景スポットとして有名な函館山が見えてます。摩周丸というかつて函館と青森を結んでいた船の中を見学できるということなので、ちょっと行ってみます。青函トンネルが開業するまで連絡船として活躍してたみたいです。操舵室には舵輪やレーダーがそのまま残っています。実際に触れることができるので、大人も子供も楽しいと思います。昭和にタイムスリップしたような感覚になります。操舵室にナショナルと書かれたものがあって、まだパナソニックじゃないところに時代を感じました。途中で雪が降りましたが、なんとか持ち直しました。
マシューマルでの滞在時間は1時間くらいでした。今回は一泊旅行なので夜景を見るチャンスは今夜しかないということで、今日の夜は函館山に行きます。それまでの時間、函館山の近くを観光したいと思います。ラッキーピエロ、ここにもあります。今、函館で一番有名な坂を登ってます。一直線に伸びた道の先に函館港が見えます。ガイドブックの表紙の写真とかによく使われるので、ここに立つと今函館にいるんだなと強く実感します。小腹が空いたので、賞味期限30分のクレープを食べに来ました。店の外に列ができていて、私は前から7組目でした。20分くらい並びました。元町公園の方向に歩いてベンチを探します。1853年、ペリーが黒船で国を開けなさいってやってきて、日本は2つの港を開港しました。ね。それはどこでしょうっていう問題、歴史のテストであったなぁと思い出すんですが、それが下田とここ函館です。鎖国を終えて海外文化がブワーッと入ってきたことで、函館は異国情緒あふれる街並みになりました。かつて函館奉行所があった場所です。海が近いと外国勢力から攻撃されやすいと考えられて、後に内陸の五稜郭に移されました。この辺りはレトロな建物が多くて、外観を見るだけでも楽しいです。旧函館区公会堂です。元町公園の近くに立ってます。この後、旧イギリス領事館にも行きたいので、セット券を購入します。早速中を見学します。1907年、もともとあった公会堂が火事で焼けちゃったんですが、相馬哲平という函館の実業家が5万円寄付して建て直されたのが、この旧函館区公会堂です。初任給30円の時代だったので、5万円というのは現在の数億円の価値があったそうです。家具や調度品など、明治、大正、昭和初期の様子を垣間見ることができます。2階のベランダからは元町と函館港を一望できます。次は旧イギリス領事館に行きます。ここも当時の様子を伺える展示があります。ここにあったパネルの内容が結構わかりやすくて面白かったです。教会が集まるエリアを抜けていよいよ函館山に登ります。山といってもロープウェイがあるので登山要素はゼロです。オモ5の周遊バスはここまで来てくれます。強風のため運行一時見合わせとのことです。とりあえずチケットを購入します。
夕日前の景色と日没後の景色両方楽しみたいので、夕方登ることにしました。運転再開しました。ロープウェイに乗る時間は3分ほどです。早速屋上展望台にやってきました。今のところ見晴らしは良さそうです。今日歩いてきたエリアが見えてます。函館山は日本三大夜景の一つです。日没まではまだ時間があるので、山頂広場を散策したり、売店でお土産を探したりしました。ロープウェイの運行時間はモニターで確認できます。待ち時間も表示されるので便利です。マシューマルの汽笛が函館山から聞こえました。函館山から見えるこの地形が地図のこの部分じゃなくてここというのは、私は結構大人になってから知りました。なんか東側からガスってきました。雪が降ってきました。風が強かったおかげか雲がどっか行きました。だいぶ暗くなってきましたが、天候悪化のため全員降りてねということで、夜景はここまでです。なんとか夜景と呼べる時間まで上に滞在させてもらえたことに感謝して、この後は晩ご飯を食べに行きます。夜の函館も雰囲気があっていい感じです。ラッキーピエロで食べます。昼間は行列でしたが、この時間は並ばず入れました。人気ナンバーワンのセットを注文します。チャイニーズチキンバーガーには大きな唐揚げが挟まっていて、甘辛のソースが好きな味でした。キラキラした赤レンガ倉庫を見ながらホテルに帰ります。今日は結局全部歩いて観光しました。雪が降ってきました。雪が激しくなってきました。ホテルにチェックインしました。お部屋はこんな感じです。温泉の手前にあったオモベースというスペースが過ごしやすそうで、お風呂上がりはここでまったりしようと思います。温泉後のアイスタイムです。ちょうどいい大きさのスナックを売っていたので、ジンジャーエールと一緒に購入してのんびりのんびり過ごしました。おはようございます。2日目の朝です。雪の降らない地域で生まれ育ったので、雪景色はいつでもテンション上がります。朝ごはんの前にコンビニに行って五稜郭のチケットを発券します。前売りチケットだと少し安くなります。
お待ちかねの朝食ビュッフェです。塩ラーメン、お寿司、海鮮丼、イカ飯、炙り焼きなどなど食べたいものがいっぱいありました。私が行った時は冬のイカ祭りの期間だったので、いろんな種類のイカ料理を楽しめました。デザートもいただいてお腹いっぱいです。今日はホテルの無料周遊バスを利用して最初に五稜郭を目指そうと思うんですが、その出発時間まで余裕があるので散歩します。函館戦争で土方歳三が敵に撃たれたとされる場所の近くには石碑が立ってました。今朝は天気が良くて函館山も駅からバッチリ見えてます。散歩の後はホテル発のバスに乗って五稜郭に向かいます。五稜郭タワーに到着しました。エレベーターで上に登れますが、なんと雪が降ってきました。この後の雲の動きと見晴らし予報を急いでチェックした結果、今日の夕方からほぼ確実に晴れるなと思ったので、今は上に登らないことにします。本当は大きな荷物をホテルに置いたまま五稜郭を観光してしまいたかったんですが、そのプランは諦めて、先に赤レンガ周辺を観光してホテルの荷物を回収して、五稜郭の後は空港に直行するプランに変更します。函館は坂の多い町です。昨日教会エリアを通った時には中に入る時間がなかったので、今日は中も見学しました。函館のレトロな雰囲気が良くて、歩いているだけで楽しいです。今赤レンガ倉庫に向かってます。可愛い雑貨やお土産が並びます。私のお目当てはこの店です。スナッフルスという函館の洋菓子店があるんですが、人気のチーズオムレットを一つから注文できるカウンターがあるんです。ふわふわで口の中で溶ける食感で美味しかったです。赤レンガ倉庫から歩いてすぐの場所にある明治館はかつて郵便局だったそうですが、レンガ造りでこちらもレトロな雰囲気があります。これは日本最古のコンクリート電柱だそうです。アクロス十字街には函館らしいマンホールが展示されてます。ご当地マンホールは散歩中にも見つけました。歩いて函館駅の近くまで帰ってきました。函館名物焼き鳥弁当の長谷川ストアです。片方の手で蓋を押さえながら、もう片方の手で串を引っ張るとお肉を上手に串から外すことができるそうです。
テルに戻って荷物をピックアップします。函館駅の前にてるさんのマンホールありました。函館駅前から出てるバスで五稜郭に向かいます。今度は晴れてます。上からの見晴らしも良さそうです。五稜郭タワーの入り口にはグレイ全員集合のマンホールがありました。タワーは後で登ることにして先に五稜郭跡を散策します。函館の港を開いて外国船が出入りするようになったことを受けて、防衛のために建てられたのが五稜郭です。昨日、旧函館区公会堂の近くに函館奉行所跡があったんですが、その奉行所が移された場所がここ五稜郭です。函館奉行所の一部が復元されているので中に入ってみます。奉行所の特徴をよく表している部分が再現されていて、可能な限り同じ材料、同じ工法で建てられたそうです。五稜郭は桜の名所としても有名です。見頃は4月下旬から5月上旬だそうです。タワーに登ります。展望台からは星型の五稜郭がよく見えます。こっちは函館山の方面です。バスで空港に向かいます。マルセイバターサンドが大好きなので買います。全部自分で食べます。ギリギリまで北海道らしいものを食べて東京に帰りました。